皆さん、突然ですが、仕事をする、働くという言葉を聞いたときに、どのようなイメージを持ちますでしょうか。何かワクワク感もあるかもしれませんが、もしかすると、仕事をする、働くということになると、何か自由を失うんじゃないかというふうに考えている人も多いのも現実かと思います。確かに、会社とか上司の方の指示をされたまんまずっと働き続けるということは、自由はどんどん失われていきます。人からやらされている、命令されている仕事をずっと続けることで楽しいと感じる人もいないと思います。しかし世の中にはですね、自分自身のスタイルで仕事をし続けているという人たちがたくさんいるのも事実です。彼らが実践していることが、自らイノベーションを起こして自分自身で自分の仕事を作るという働き方です。今イノベーションという言葉を使いましたけれども、このイノベーションという言葉を聞くとですね、一部の天才的な人がやるものではないかとか、高度な科学技術とか多額のお金がかかりそうといったイメージを持っている人も多いかもしれません。しかしこれはすべて誤解です。イノベーションというのは、より価値の高いビジネスを作り出すための極めて具体的な方法論です。その発想をする上で、特別な才能もお金も技術も必要ありません。誰もが学び実践できるテーマなんですね。イノベーションは実際学ぶことができるという対象ですね。しかし多くの人がこのイノベーションは学ぶことができるテーマであるということを知らずに、学ぶことをせずにですね、仕事をしてしまっているということが極めて多いというのが現状です。世の中には医療、音楽、エンターテインメント、ゲーム、IT、あるいは観光、物流といった分野でですね、新しい事業を起こしてきた起業家と呼ばれる人たち、イノベーションを起こしてきた人たちがたくさんいます。彼らはどのようにしてイノベーションの機会を発見してきたんでしょうか。その考え方、思考方法をたどっていくと、大きく4つの能力が見えてきます。まず1つ目、自分が心から作り出したい未来像を強く明確に思い描く、デザインするという力ですね。2つ目、これはイノベーションの大敵になりますけれども、世間の常識に縛られずに自分自身の頭で考えるという力です。3つ目、社会の変化を観察して、その社会の変化をですね、事業の上でチャンスとして利用する、ピンチではなくてチャンスとして利用するという能力です。そして4つ目が行動に関することですね。失敗を恐れず行動を繰り返す、その行動を繰り返す結果から学んでいくという力、この大きくは4つになります。イノベーションというのは、学習して練習すればですね、身につけることができる能力です。このイノベーションという能力を磨くことで、皆さんの仕事の未来というのは180度変わってきます。自由に働く、楽しく働くという未来を自ら作り出すことができます。ぜひ皆さんもですね、このイノベーションを学んで、そのような未来を手にしてください。